小松の模型制作動画は無責任垂れ流し動画です。それでもいいよって方は、ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは。小松です。遅くなりましたがタミヤの350分の1ヤマトを作る第2話、やっていきたいと思います。エッチングパーツも到着、展示会の予定も5ヶ月後に決まったので、制作ペースを上げていけたらいいなと思っています。やっとポントスモデルのディテールアップパーツ、アドバンスドが届きました。このセットは真鍮製マストや木管パン、土のうなども含まれている豪華なもので、きっと異常に高価なセットですが、せっかくヤマトを作るのだからと奮発しました。エッチングパーツも大量です。では四方から作っていきたいと思います。このキット、四方の内部まで再現されている気合の入ったキットなんですが、組んでしまうと全く見えないので側だけ作ることにします。許してくれたまえ。第2、第3砲塔は機銃座を取り付けるため穴を開けておきます。プラパーツを組み立てました。ここで早速、ディテールアップパーツから四方の防水符を使います。もちろん方針はセットの金属方針を使ってディテールアップ。防水符のパーツに穴を開けて金属方針を通します。接着には前回トネで使ったアロンアルファ、プロ用、大衝撃を使います。少量ですぐ接着でき、簡単に外れないので愛用しています。方針と防水符を取り付けました。それ以外のパーツも取り付けていきます。四方上に搭載された機銃座を作成します。はしごや手すりなどのエッチングパーツも取り付けてディテールアップ。ここで先ほど作成した機銃座も取り付けます。第一四方ができました。エッチングを使うのが久しぶりだったので予想以上に時間がかかりました。さて、25mm 3連装機銃を作っていきます。エッチングの3連装機銃は方針がペラペラで嫌だったので、いつもはナノドレッドにお世話になっているのですがこのディテールアップパーツには、極細の引き物方針が入っていたので使ってみようと思います。とはいえかなり細かい作業の連続で一つ作るのに30分近くかかってしまいました。この3連装機銃、ヤマトに52機搭載されているらしいんですが、マジかよ。機銃を搭載しました。これで四方は完成です。さて、今度は船体の製作を進めていきます。まずは甲板をエッチングパーツに張り替えるのでモールドを除去していきます。
張り替え用のエッチングパーツを切り出します。甲板を張り替えたらボラードなどのパーツを取り付けていきます。監視も同様に行います。取り付け完了。ボラードまで真鍮引物が付属するとはさすがアドバンスドセット。さて今回はここまで。次回も戦隊を進めていきたいと思います。小松の最新制作状況や作品展示情報などは、小松のツイッターを見てね。私の所属するサークルの展示会情報は、秘境屋のツイッターを見てね。